産のスイートコットンを使って長編みとネット編みだけの簡単模様でラグランスリーブのショート丈セーターを編んでいきます。一玉で半袖ショート丈のセーターが編めます。こちらの作品はトップダウンの編み方になります。首のところで作り目をして袖や裾の方に向かって編んでいく形になります。動画はショート丈で説明しますが、着丈や袖丈は自由に簡単にアレンジすることができます。まずは作り目です。鎖編みを31目ごとにマーカーを入れて、全部で124目編んで、最初の目に引き抜いて輪にします。まず7号のかぎ針で鎖編みをしていきます。ここから鎖編みを31目編みます。31目編んだら、この目にマーカーを入れておきます。では続けて、ここからまた31目編んでいきます。3つ目のマーカーから31目編みました。全部で124目編んだことになります。では、この鎖をねじれないように気をつけて、最初の目に引き抜いて輪にします。最初の目に引き抜きます。1段目は1周長編みで編んでいきます。角のところは目を増やすやり方をしています。編み始めはこちらになりますね。鎖3目で立ち上がって、こちら向きに1周長編みを編みます。ここからは針を6号の針に変えて編んでいきます。では1段目の立ち上がり鎖編み3目編みます。これは長編み1目の代わりになります。同じところにもう1目長編みを編みます。次の目からマーカーの手前まで長編みを編んでいきます。ここは鎖を割って編んでいきますね。裏山を拾って編んでもどちらでもお好きな方でやってみてください。ではマーカーの手前まで長編みで編んでいきます。マーカーの手前まで長編みで編んできました。ではマーカーのところ、ここは角になりますね。長編みを2目編みます。鎖1目編んで、隣の目に長編みを2目編みます。これが角になります。角のところにはマーカーをつけておきます。ではこのマーカーの入っているところ、同じ編み方をして1周編んでしまいます。1段目の編み終わりのところをやってみます。では最後の目に長編みを2目編んで、そして次の段の編み始めの位置に合わせるために、ここは鎖編み1目ではなくて最初の立ち上がりに細編みを編み入れます。2段目からはネット編みになってきます。鎖5目細編み、鎖5目細編みという編み方が基本になります。まずは編み始めをやってみます。2段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。ここを側にすくって、
細編みをします。鎖編み5目です。5目編んだら最初だけ2目飛ばして3つ目に細編みをします。鎖編み5目編みます。次は1、2、3目飛ばして4つ目に細編みです。鎖編み5目編みます。1、2、3目飛ばして4つ目に細編みです。では、鎖編み5目、3目飛ばして4つ目に細編みを角の手前まで繰り返します。では、角のところをやってみます。鎖編み5目編んで、角の鎖1目のところ、側にすくって細編みをします。ここにまたマーカーをつけておきます。そして鎖編み5目。ここは2目飛ばして3つ目に細編みをします。角はこんな風にやっていきます。次からは鎖編み5目。3目飛ばして4つ目に細編みです。ではこのやり方で1周編んでしまいます。では1周編んできてこの編み終わりのところをやりますね。編み終わりのところを実際にやってみます。鎖2目編んで最初の細編みのところに長編みをします。次の段の編み始めの位置に合わせるためにこのように編みます。3段目も鎖5目細編み、鎖5目細編みと編む段になります。3段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。側にすくって細編みをします。鎖編み5目。鎖を側にすくって細編みをします。鎖編み5目。鎖を側にすくって細編みをします。ではこれで編み進めていきます。角のところをやってみます。鎖編み5目。鎖5目を側にすくって細編み。鎖編み5目。鎖編み5目を側にすくって細編みです。今編んだ鎖5目が角になりますので、マーカーを写しておきます。続けて鎖編み5目。鎖を側にすくって細編み。ではこれで1周編んでいきます。1周編んできて編み終わりのところをやってみます。ここも次の立ち上がりのために鎖1目、そして長々編みという形で編んでいきます。では編み終わりのところです。鎖編み1目編んで、次は長々編み。これは鎖編み4目分の長さになります。針に2回糸をかけて、最初の細編みに長々編みを編みます。4段目は鎖3目細編み、鎖3目細編みという形に変わります。向きを変えてこちら向きに編み進めていきます。4段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。鎖を側にすくって細編みを編みます。鎖編み3目。鎖を側にすくって細編み。鎖編み3目。鎖を側にすくって細編み。鎖編み3目。側にすくって細編みです。では角の手前までやっていきます。
ではマーカーの入っている角のところをやってみます。鎖編み3目です。マーカーの入っている鎖を側に細編みをします。鎖編み3目。もう一度同じ鎖を側にすくって細編みをします。ここで模様を一つ増やしています。今編んだ鎖3目が角になります。マーカーを付け直します。ではこの後は同様に鎖編み3目、細編み、鎖編み3目、細編み。では1周編んでしまいます。ではここまで編んできたので編み終わりのところをやってみます。まず鎖編み3目編みます。そして最初に細編みを編んだ同じところを側にすくって細編みをします。鎖1目と中長編み。中長編みを最初の細編みに編みます。中長編みは鎖2目分の長さになります。5段目は長編みで1周編む段になります。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。この鎖を側にすくって長編みです。次は細編みに長編みを編みます。鎖3目のところを側にすくって長編みを3目編みます。細編みのところに長編みです。鎖3目を側にすくって長編みを3目編みます。では角の手前までやっていきます。角のところに来ました。ここをやってみます。角の鎖3目を側にすくって長編みを2目、鎖1目、同じ鎖を側にすくって長編みを2目です。ここにマーカーを入れておきます。次からはまた同じように細編みに長編み、鎖3目を側にすくって長編み3目という形で1周編んでいきます。ではここまで編んできたので、この編み終わりのところをやってみます。立ち上がりの鎖3目と長編みを編んだところ、同じところを側にすくって長編みを2目編み入れます。立ち上がりの鎖3目のところに細編みをします。次は6段目です。6段目はこの2段目と同じ編み方になります。模様の数は増えていますが、編み方は全く同じです。そしてこの6段目以降ですね、23段まで。2段目、3段目、4段目、5段目。これを繰り返して編みます。23段まで編み進めます。23段目の編み終わりはこれまでと少し変えていきます。これまでは鎖1目編んで長々編みを編んでいましたが、ここは鎖2目編んで最初の細編みに長編みをします。23段目が終わりました。24段目をやっていきます。24段目は細編み鎖3目、細編み鎖3目の段になります。今回は角で模様を増やさずにいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。
側にすくって細編みです。鎖編み3目、細編み、鎖編み3目、細編みです。角まで進めていきます。角のマーカーが入っている鎖のところまで来ました。これまではこの鎖に細編み鎖3目、同じ鎖に細編みとしていましたが、ここは鎖編み3目、細編み、鎖編み3目、次の鎖に細編みとします。マーカーは細編みのところに移動しておきます。ではこれで1周編んでしまいます。編み終わりのところをやってみます。ここは鎖編み3目編んで、最初の細編みに引き抜きます。ここから袖と身ごろを分けていきます。ちょうどマーカーの入っているところ同士ですね。ここに鎖編み7目、こちらも鎖編み7目つけて袖と身ごろを分けていきます。さっき編み終わったところです。ではこのまま鎖編み7目編んで、こちらのマーカーの入っている目です。細編みのところですね。ここに引き抜きます。ここで一旦糸をカットしておきます。こちら側ができたので、反対側も同じように鎖編み7目でつなげます。マーカーの入っている細編みのところに糸をつけます。鎖編み7目編みます。こちら側のマーカーが入っている目に引き抜きます。これで糸をカットしておきます。今これが裏側ですね。長編みの目が裏になっているので、こちらが裏側。これを表側にひっくり返して身ごろを続けて編んでいきます。ここが編み始めですね。このラインで向きを変えながら編んできていて、この延長線上のここに糸をつけて編み進めていきます。ではこの細編みのところに糸をつけて、鎖編み3目で立ち上がります。この後は長編みで1周編んでいきますね。鎖3目のところは側にすくって長編みを3目編みます。細編みのところに長編みをします。鎖3目のところは側にすくって長編みを3目編みます。細編みのところに長編み1目です。では鎖編み7目編んだところの手前まで編み進めます。ここ鎖7目でつないだ脇のところになりますね。ここをやってみます。まずはこの細編みに長編みをして、鎖7目ありますので、それぞれの目に長編みをします。全部で長編み7目ですね。鎖7目のところを長編み7目編みました。次はこちらの細編みのところに長編みです。鎖3目のところは長編み3目。細編みのところに長編みです。こちら側の鎖7目も長編み7目編んで1周編んでしまいます。1周編んできたので、最初の立ち上がりの鎖3目のところに引き抜きます。
今、身ごろの1段目、ピンクの部分が編めたところです。この後は増し目なしのネット編みになります。編み始めと編み終わりのところに注意して編み進めてみてください。編み図を読める方はこの編み図を見て、身ごろの部分13段まで編みます。最後長編みの段で終わります。編み図が読めない方のために、編み終わりと編み始めのところだけ動画を撮っていきます。では身ごろの2段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編みをします。鎖編み5目。3目飛ばして4つ目に細編みです。鎖編み5目。3目飛ばして4つ目に細編みです。ではこれで1周編んでいきます。編み終わりのところをやってみます。鎖2目編んで、最初の細編みに長編みをします。身ごろの2段目が編めました。続けて身ごろの3段目の編み始めをやってみます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。側にすくって細編みです。鎖編み5目。隣の鎖に細編みです。鎖編み5目。隣の鎖を側にすくって細編みです。1周編んでいきます。身ごろの3段目の編み終わりをやってみます。鎖2目編んで、最初の細編みに長編みを編みます。身ごろ3段目が編めました。では身ごろの4段目続けてやっていきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。側にすくって細編みです。次は鎖編み3目。隣の鎖に細編みです。鎖編み3目。隣の鎖に細編みです。1周編んでいきます。編み終わりをやってみます。ここは鎖編み3目編んだら、最初の細編みに引き抜きます。次は長編みの段になりますので、鎖編み3目で立ち上がって向きを変えて、鎖を側に長編み3目という形ですね。これを繰り返して13段、最後長編みの段で終わりますが、そこまで編んでしまいます。袖と身ごろを分けたところから13段編みました。ここで一旦糸を切っておきます。袖も同じ編み方で5段ずつ編んだら終わりになります。ではここに糸をつけていきます。糸をつけて鎖編み3目で立ち上がります。ではここは長編み7目ですね。次はこの細編みのところです。では同じやり方ですので、両袖5段ずつ編んでしまいます。袖も編めましたので、糸端はすべて裏側で糸始末をします。糸の残りがだいたい 6g ぐらいですね。1玉でこのサイズに編めます。こちらは丈を長く編んだものです。身ごろの段数を好きな長さまで増やして編みます。袖丈も好みの長さまで段数を増やすことができます。袖口は少し目を減らすと収まりがいいかなと思います。長編み3目の部分を2目にしてみました。